今回はルチア編旧キャラのティア表とおすすめキャラの紹介です。はじめに、この動画は海外版の情報をもとに作成しているため、日本版実装時には仕様が異なる可能性があります。まず、ルチア編の特徴を解説します。ルチア編の敵は自然守護という特殊なバフを所持しており、貫通を含む全てのダメージを3割から7割ほど減少させます。さらに敵ごとのギミックによる非ダメージ軽減も重なるため、従来のように強力なキャラを並べるだけの力押しが難しくなっています。対してルチア編のキャラは全員、この自然守護を無視できる特性を持っています。そのため、実装当初は難しく感じるかもしれませんが、ルチア編のキャラが揃うにつれて攻略がスムーズになります。それではティア表を紹介します。今回は2つの環境に分けたティア表を用意しました。1つ目は従来の環境におけるティア表です。ルチア編のキャラは SP アレクセイとアルマンが T0、残りはフィン以外が T0.5 という位置づけです。2つ目はルチア編限定のティア表です。SP アレクセイ、イバン、SP アガタ、アルマンが T0 となります。ルチア編は敵の攻撃が激しいため、クララが編成にいると戦闘が安定するかもしれないので T0.5 に置いています。また、序盤は警戒や反撃が有効なギミックが多いため、適性のあるキャラを T1 に集めています。ここからは、それぞれのキャラを海外版の実装順に紹介していきます。アンナ、役割は単体物理アタッカーです。オート性能は手動向けです。ルチア陣営オーラと、味方全員の警戒、反撃回数を増やす通常オーラを所持しており、警戒パーティーの主力として機能します。スキルで敵の自然守護を無条件に解除できるため、他陣営のキャラでもダメージを通せるようになります。警戒は個性により毎ターン自動で発動します。単体火力はルカマールやシャムスに近いです。アンナの弱みは単体アタッカーであるため、雑魚戦が多いルチア編では、範囲アタッカーが揃ってくると、徐々に使用率が低下していく傾向にあります。SP アレクセイ、役割はタンク剣、単体及び範囲の物理アタッカーです。使用感はキャメロットとトリスタを合わせたようなキャラです。無限不屈を所持しているためタンクとしても優秀です。ルチア編は敵の攻撃が激しいので、SP アレクセイに攻撃を集中させることでパーティー全体の生存率が大きく向上します。また、被弾時に範囲攻撃で反撃を行うため、タンクをしつつ火力を出せる点が非常に強力です。火力、耐久ともに隙がなく、ルチア編において明確な弱みは見当たりません。ログネーダ、役割は単体及び範囲の魔法アタッカーです。オート性能は良いですが、高難易度向けのキャラなので、基本的には手動です。単体の敵を複数回ノックバックさせる能力に長けており、落としても敵が元の位置に戻ってくるギミックステージなどで活躍します。火力面は単体、範囲ともにルカマールぐらいはあります。範囲アタッカーとしても使えますが、メインは単体アタッカーとして使うことが多いかと思います。ログネーダの弱みは、イバンを入手したあたりから少し使用率が落ちるかと思います。ユーリア、役割はバッファーです。オート適性はターイルと同等です。リアクション効果により素早さが366に達する行動順トップのキャラです。ターイルと枝を組み合わせたような性能を持ち、味方全員に素早さ、ダメージ、クリティカル率、クリティカルダメージのバフをまとめて付与したり、エネルギー回復や箱の作成も可能です。SP アレクセイは物を投げると再行動ができるので、ユーリアが召喚する雪だるまとのシナジー効果があります。ユーリアの弱みは、ルチア編ではギミック対策キャラが優先されやすく、出撃枠の都合で編成から外れる場面も出てきます。イバン、役割は範囲魔法アタッカーです。オート性能は普通です。ルチア陣営オーラと、味方全員のジャンプ力を上げる通常オーラを所持しています。敵を倒すと氷の壁を生成しますが、イバンのオーラでジャンプ力を補えるため、味方の移動を妨げません。使用感は再行動と抹殺を所持したセレナという感じです。特殊な凍結パネルを生成し、その上を敵が移動するたびに迎撃ダメージを与えます。ルチア編において目立った弱みはありません。フィン、役割は範囲貫通アタッカーです。オート性能は手動操作向けです。召喚キャラと共にトラップを設置し、範囲内の敵に貫通ダメージを与えます。トラップは敵味方の通過時、
または任意のタイミングで起爆できます。フィンの弱みはエネルギー消費が激しく、複数のトラップを設置できるスキル使用にターン制限があるため、少し扱いが難しいキャラです。セナ、役割は範囲貫通アタッカーです。持続ダメージがアップする通常オーラ持ちです。米印型の独特なスキル範囲を持ち、攻撃した敵に傷口や持続ダメージを付与して戦います。アガタの固有デバフだった傷口を複数の敵にまとめて付与できるので、貫通パーティーのデバフ役として使われるかもしれません。セナのオート性能と弱みは未所持のため不明です。SP アガタ、役割は範囲物理アタッカーです。オート適性が極めて高く、雑魚戦において最強クラスの性能を誇ります。ニーティアの範囲攻撃性能と SP ラビアの機動力を合わせたようなキャラで、再行動をしながら広範囲の敵を殲滅します。SP アガタは個性により、攻撃した敵の自然守護を解除できます。そのため、範囲攻撃によって敵の自然守護をまとめて剥がすことができます。SP アガタの弱みは、性能は優秀ですが、ルチア編のコンテンツがほぼ終了したタイミングで実装されるため、ルチア編自体の攻略においては出番が少なくなります。アルマン、役割はタンク剣、単体及び範囲貫通アタッカーです。オート性能は普通です。近接キャラですが、遠距離から敵に突撃して攻撃ができるので移動に不便さはあまりありません。貫通アタッカーとしてはトップクラスのダメージを出します。耐久面は HP ストッパーと無敵をそれぞれ2回分所持しています。そのためどんなに強力な致死ダメージを受けても最低4回は耐えることができます。さらにサポート性能も持ち合わせており、味方には貫通、持続を含めた3種類のダメージアップバフと攻撃力アップ、HP 再生、敵には3種類のダメージデバフと攻撃デバフを自動で周囲の敵味方に定期的に付与します。アルマンの弱みは SP アガタと同様、実装時期が終盤のためルチア編の攻略には絡みにくい点です。以上がルチア編で実装される旧キャラです。続いて、おすすめの取得優先度です。アンナの優先度は中程度です。最初のルチアキャラとして序盤の攻略を助けますが、イバンを入手したあたりから使用頻度が落ちます。SP アレクセイは最優先です。序盤からタンク兼アタッカーとして、ルチア編終盤まで活躍します。そのため、SP アレクセイがいるとルチア編の攻略難易度が劇的に下がります。海外版ではルチア編が終わった後に、記憶の結晶ショップにアンナと SP アレクセイまでが選べるレジェンド選択権が追加されました。もし、アンナまたは SP アレクセイを取り逃がして後から欲しくなった際にはレジェンド選択権での取得も候補に入れてみてください。ログネーダの優先度は中です。入手したての頃はルチアアタッカーが不足しているので強力ですが、アンナ同様にイバンが手に入ったあたりから使用頻度が落ちます。ユーリアの優先度は中から高めです。素早さや火力アップが欲しい場面ではあると便利です。イバンの優先度は中から高めです。雑魚戦の多いルチア編において、イバンの範囲性能と特殊な凍結パネルによる迎撃や抹殺などで攻略を非常に楽にしてくれます。そのため、ルチア編の攻略だけで見れば優先度は高めです。ただし、次の愚者編は貫通環境となり使用率は落ちるので、目先の攻略を優先するか、長期的な使用率で見るかによって優先度は変化します。フィンはエネルギーやスキルの管理が難しいので優先度は低めです。セナは複数の敵に傷口を付与できます。そのため、貫通パーティーやランキングで使われる可能性があるかもしれないので優先度は中から高めです。SP アガタは雑魚戦では最強なので、征服の塔や迷宮大冒険のオートを効率よく進めたい場合にはおすすめです。ただし、次の愚者編では貫通環境となるので、愚者編の高難易度ステージでは出番は少なく、今後も貫通環境が続くのであればセナを優先した方が良いかと思います。アルマンの優先度は高めです。貫通火力がトップで、さらに敵味方にダメージ系のバフデバフを撒いたりできるので、味方全体の火力と耐久力が上がります。陣営を選ばず編成を組めるため、貫通パーティーの汎用キャラとしてしばらく使えそうな気がします。SP アガタとアルマンの使用率は、ルチア編のコンテンツが終わった終盤に実装されるため実際は低いです。ただし、実装順が変わったり、高難易度コンテンツを後回しをしてた人にとっては使用率は高くなります。続いて、
目的別に分けるとこのようになります。海外版のルチア編逆境と、その後の愚者編のレイドのランキング1桁台で使われた編成はこのようになります。ルチア編の逆境はユーリアが最終キャラで、それまでに実装されたアンナ、SP アレクセイ、ログネーダ、ユーリアの4体すべてがランキングで使用されています。この中で特にランキングで重要なのはダメージが稼げるアンナとログネーダです。アルマンはルチア編が終わった後の愚者編レイドで使われていました。それぞれのステージテーマは、逆境の前半ステージは召喚と貫通虚弱、後半ステージはターン外攻撃とノックバック、レイドは貫通と耐久という感じです。最後にルチア編について、ルチア編は今までと違い最初はギミック重視の環境だったりするので最初は難しく感じます。ただし、攻略が難しいのは、主に運命の螺旋に常設されている無期限のステージがほとんどです。運命の螺旋のストーリー自体は緋色の夜同様に固定キャラで進める形式です。期間限定イベントの難易度は今まで通りで、迷宮大冒険やルチア版の回廊などで報酬目的なら難しくありません。そのため、焦って攻略を進める必要はありません。無期限の高難易度ステージで行き詰まった場合は、SP アレクセイやイヴァンの育成を進めたり、手持ちのルチア陣営キャラが充実するのを待ってから再挑戦してください。以上で今回のルチア編のティア紹介は終了となります。亡くなった人はあっという間に雪に埋もれて、生きること以上に大切なものなんてないんだ。これ以上無益な犠牲が増えないことを願います。この現状を打破する道、私に守らせてくれ。名もなき犠牲者のため、そして新しい夜明けのために。どんな吹雪の中だって怖くない。行く手に道がなかったとしても、俺たちで切り開いていけばいい。諦めるのは早いぞ。いい戦争も悪い平和もこれまであった試しはないんだからな。必ず生き延びるんだ。本物の万有の戦士ってのはさ、ただ一列に並んだだけでそりゃもう立派な城壁になるもんさ。たとえ不条者でもあんたをいじめていいのは私だけ。乃木常族に第二の継承者はいないんだよ。劣等種など存在しないし、野蛮な怪物もいないってことさ。因縁よ、塵に帰れ。抗えぬ強権の下でこそ理性は服従を選び秩序を選ぶのだ。弱肉強食、それこそがこの表現の1000年にわたる不変の掟。殺戮は終わらぬ。ただ別の形で続くだけだ。俺がそれを阻止する。表現に同じ過ちを繰り返させはしない。どんな代償を払おうとも。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。